きながら眠れる偉人たちの生涯。このチャンネルでは聞きながら眠りにつけるさまざまなコンテンツを投稿しています。ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。今回の動画ではアルベルト・アインシュタイン、レオナルド・ダ・ヴィンチ、トーマス・エジソン、そしてライト兄弟の4人の天才たちに焦点を当てます。彼らがどのようにして世界を変える発見や発明を成し遂げたのか、そしてその裏にある努力と情熱の物語を一緒にたどっていきましょう。天才と呼ばれた偉人たちの生涯を楽しみながらゆっくり休んでください。それではおやすみなさい。トーマス・エジソン。まずはトーマス・エジソンの人生をたどってみましょう。彼は多くの発明で世界を変えましたが、その人生は決して平坦なものではありませんでした。失敗と挑戦を繰り返しながら、彼はどのようにして数々の発明を生み出したのか、彼のユニークな一面や知られざるエピソードを通じて、エジソンという天才の人間らしい側面に迫ります。幼少期のエジソン、小さな発明家の始まり。1847年2月11日、エジソンはアメリカのオハイオ州ミランで生まれました。彼の家族は裕福ではありませんでしたが、温かい家庭に恵まれていました。エジソンは7人兄弟の末っ子として育ちましたが、彼が生まれた頃、家族は厳しい経済状況にありました。エジソンは幼少期から好奇心旺盛な子供でした。いつも何かを分解しては、その仕組みを理解しようとしました。しかし、学校ではあまり優秀な生徒ではなく、授業に集中することができませんでした。彼は先生から頭の回転が遅いと評されたこともありました。これにより、彼の母親はエジソンを学校から引き取り、家庭での教育を選びました。母親のナンシーは、エジソンの学びに対する自由な姿勢を理解していました。彼女は彼に本をたくさん与え、自由に学ばせました。エジソンは特に科学の本に夢中になり、独学で知識を深めていきました。9歳の時には科学実験に興味を持ち、自宅の地下室を実験室として使い始めました。家族は彼の実験に少し戸惑いながらも、彼の情熱を支えました。エジソンの好奇心は止まることを知らず、彼は次々と新しいことに挑戦しました。彼が12歳の時、家族はミシガン州のポートヒューロンに移り住みました。ここでエジソンは新聞売りの仕事を始め、収入を得るようになります。しかし、彼はただの新聞売りでは終わりませんでした。彼は列車内で新聞を売るだけでなく、自ら新聞を編集し、印刷することを思いつきました。これが彼の初めてのビジネスとなったのです。青年期の挑戦、電信技師としてのキャリア。エジソンが青年期に入ると、彼の探求心はさらに強くなりました。家族の経済的な事情から、エジソンは14歳で家を出て自立することを決意します。彼は電信技師として働き始めました。当時、電信は最先端の通信手段であり、エジソンにとっては理想的な職業でした。彼は電信の技術にすぐに魅了され、独学でその仕組みを学びました。
エジソンは電信技師として各地を転々としましたが、その間も常に新しいアイデアを考え続けていました。彼が初めて特許を取得したのは1869年、22歳の時でした。発明は電気投票記録機で投票の結果を迅速に集計する装置でした。しかし、彼のこの発明は全く売れませんでした。これが彼にとっての最初の大きな挫折となります。しかし、エジソンはこの経験から重要な教訓を得ました。彼は実際に役立つものを発明しなければならないと気づいたのです。この考え方は後の彼の成功に大きな影響を与えることになります。エジソンはその後ボストンやニューヨークで仕事を探し続けましたが、なかなか思うような成果を上げることができませんでした。それでも彼は諦めず、自らの発明に対する情熱を燃やし続けました。彼のこの頑固さこそが後に発明王と呼ばれるゆえんです。メンローパークの魔術師、発明工場の誕生。1876年、トーマス・エジソンはニュージャージー州のメンローパークに自身の研究所を設立しました。この研究所はまるで魔法のように次々と新しい発明を生み出す場所としてメンローパークの魔術師という称号をエジソンにもたらしました。ここで彼は発明を一人で行うのではなく、チームで取り組むという新しい方法を採用しました。これが彼の発明プロセスを加速させる大きな要因となったのです。エジソンの最初の大きな成功の一つが蓄音機の発明です。1877年、彼は音を記録し再生する装置を開発しました。これは世界初の蓄音機であり、エジソンの名を一躍有名にしました。この発明は多くの人々に衝撃を与え、エジソンは音を捕まえた男として世界中で話題となりました。続いてエジソンは電灯の開発に挑戦します。当時照明は主にガス灯が使われていましたが、エジソンはこれに代わる安全で効率的な電灯を開発しようと考えました。彼は何百回もの実験を繰り返し、ついに1879年に実用的な白熱電球を完成させました。この発明は夜の生活を根本的に変え、世界中で電気の普及を促すことになりました。エジソンはまた、電気を広く供給するための電力システムの開発にも取り組みました。彼は発電所を設計し、都市に電力を供給するためのインフラを整備しました。これにより、電気の時代が本格的に幕を開けたのです。挫折と成功の繰り返し、挑戦し続けるエジソン。トーマス・エジソンの人生は、成功だけではなく、数えきれないほどの挫折に満ちていました。しかし、彼はその度に立ち上がり、新たな挑戦を続けました。彼の言葉に、私は失敗したことがない。これはうまくいかないという1万通りの方法を発見しただけだ。というものがあります。この言葉は彼の失敗に対する独特の捉え方を示しています。エジソンは蓄音機や電灯の成功に続いて映画技術の開発にも着手しました。1891年に発表されたキネトスコープは初めての商業用映写機として
映画の歴史を切り開いたものでした。しかし、この分野でも彼は苦労を重ねました。映画の撮影や上映技術は非常に複雑で、多くの技術的な課題がありました。それでもエジソンは諦めることなく改良を続け、映画産業の基礎を築くことに貢献しました。また、エジソンのキャリアの中で最も有名な出来事の一つに電流戦争があります。これはエジソンが直流電流を推進する中で交流電流を支持するニコラ・テスラやジョージ・ウェスティングハウスとの激しい対立を繰り広げたものでした。エジソンは直流の安全性を強調し、交流の危険性を訴える活動を行いました。しかし、最終的には交流電流が標準として採用されることになり、エジソンはこの戦いに敗北しました。この電流戦争での敗北は、エジソンにとって大きな打撃でしたが、彼はこれを機にさらに新しい分野へと目を向けました。例えば、彼は鉱石の選別やゴムの合成といった新たな挑戦に取り組みました。これらの分野でも彼は多くの失敗を経験しましたが、その度に新しいアイデアを考え出し、実行に移しました。エジソンの人生はまさに挑戦し続けることの大切さを体現していました。彼は失敗を恐れることなく何度でも立ち上がり続けました。彼のこの姿勢こそが多くの人々に勇気を与え、彼を発明王と呼ばれる存在へと導いたのです。晩年と遺産、エジソンが残したもの。晩年のトーマス・エジソンはすでに世界的な名声を確立していました。しかし、彼は決してその成功に甘んじることはありませんでした。彼は生涯にわたって新しい発明や研究に取り組み続けました。晩年のエジソンが注力したのはゴムの合成研究や電池の改良でした。特に車両用電池の開発に力を入れ、電気自動車の普及を夢見ていました。晩年のエジソンは家庭での時間も大切にしていました。彼は妻や子供たちと過ごす時間を大切にし、家族との絆を深めていました。彼の家族は彼の支えとなり、彼の成功を陰で支え続けました。また、彼は自らの発明が未来の世代にどのように役立つかを考え、次世代の発明家たちにインスピレーションを与えたいと願っていました。エジソンは1931年10月18日に84歳でこの世を去りました。彼の死は世界中で大きな反響を呼び、彼の偉業がいかに多くの人々に影響を与えたかを示しました。彼の葬儀の日、アメリカ全土で伝統が1分間消灯されるという追悼行為が行われました。これは彼の発明がどれほど日常生活に深く根付いていたかを象徴するものでした。エジソンが残した遺産は発明品だけにとどまりません。彼の発明に対する姿勢や失敗を恐れず挑戦し続ける精神、そして何よりも役立つものを作り出すという哲学は現代に生きる私たちにも多くの教訓を与えています。エジソンのユニークな側面。トーマス・エジソンは発明家としての才能だけでなく、非常にユニークな人物でもありました。彼の仕事に対するストイックな姿勢は有名ですが、その裏には
少し変わったエピソードもたくさんあります。例えば、エジソンは多忙な仕事の合間に眠ることを非常に大切にしていました。彼は短い仮眠をとることで常に頭をリフレッシュさせ、新しいアイデアを生み出すためのエネルギーを蓄えていたといいます。彼の研究所には仮眠用のベッドがいくつも設置されており、エジソンはどこでも寝られるようにしていました。また、彼は非常に好奇心旺盛で、食事に関しても実験的なアプローチをとっていました。エジソンは人間が食べるべき最良の食品は何かを突き止めるために、さまざまな食材を試してはその効果を観察していたと言われています。彼はその結果、自分なりの食事法を確立しましたが、これには周囲の人々が驚かされることも多かったようです。エジソンの仕事に対する情熱は時に過剰なほどでした。彼は1日に18時間働くことが理想的だと考えており、スタッフたちにも同じように働くことを求めていました。彼は人間の脳はまだまだ使い尽くされていないと信じており、自分自身を実験台にしてその限界を試していたのです。エジソンのユーモアのセンスも見逃せません。彼は時折冗談を交えて話をし、周囲の人々を和ませていたといいます。ある日、エジソンは記者から「あなたの発明の中で最も偉大なものは何ですか?」と質問されました。すると彼は「それは次の発明さ」と答えたといいます。この一言に彼の未来志向の考え方がよく表れています。エジソンから受け継ぐもの。トーマス・エジソンの人生を振り返ると、その成功の裏には無数の失敗と挑戦がありました。彼の言葉にある天才とは 1% のひらめきと 99% の努力であるという名言は、まさに彼の生き方を象徴しています。エジソンが私たちに教えてくれるのは、失敗を恐れず挑戦し続けることの大切さです。エジソンはまた、想像力を発揮するためには実際に行動に移すことが不可欠であると信じていました。彼はアイデアだけでは不十分だ、それを実行に移さなければならないと考えていました。この実行力こそが彼を成功に導いた要因の一つです。さらにエジソンは役立つものを発明することを常に心がけていました。彼の発明の多くは人々の生活を便利にすることを目的としていました。彼は実用性を重視し、ただのアイデアではなく、実際に使われる製品を生み出すことに全力を注ぎました。この姿勢は現代の発明家や起業家にも多くのヒントを与えてくれます。エジソンの生涯から私たちが学べることは、挑戦する勇気とそれを実行に移す力、そして役立つものを作り出すことの重要性です。彼の発明は単に技術的な革新をもたらしただけでなく、人々の生活を根本的に変えるものでした。その影響は今もなお続いており、私たちの生活に深く根付いています。トーマス・エジソンの人生は決して平坦ではありませんでしたが、そのすべてが彼の成功の礎となりました。彼の挑戦と努力の軌跡は、私たちに未来を切り開くためのヒントを与えてくれるでしょう。アルベルト・アインシュタイン。
次にご紹介するのは、天才物理学者、アルベルト・アインシュタインの不思議で魅力的な人生です。彼の名前を聞くと、難しい数式や理論を思い浮かべる方も多いかもしれませんが、今回はちょっと違います。天才と呼ばれるアインシュタインにも、私たちと同じように迷いや失敗、そしてユーモラスな一面があったのです。この物語を通して、彼の驚くべき人生の裏に隠された意外なエピソードを楽しみながらリラックスして聞いていただければと思います。それでは、アインシュタインの魅力的な旅路を一緒にたどっていきましょう。幼少期のアインシュタイン、好奇心いっぱいの少年。1879年3月14日、ドイツの小さな町、ウルムに一人の男の子が生まれました。彼の名前は、アルベルト・アインシュタイン。彼は、後に世界を変える、天才物理学者として知られることになるのですが、幼少期の彼は、決して天才とは呼べるような子供ではありませんでした。アインシュタインは、周囲の大人たちから、少し変わった子と見られていました。というのも、彼は他の子供たちよりも言葉を話すのが遅かったからです。アインシュタインが初めて言葉を発したのは3歳を過ぎた頃でした。彼の両親は、息子が言葉を覚えるのが遅いことに少し心配しながらも、何か特別なことが彼の頭の中で起きているのではないかと感じていたようです。そしてその予感は的中します。ある日、お父さんがアインシュタインに小さなポケットコンパスを手渡しました。小さな針が常に北を指し示す様子に、アルベルト少年は驚きと興奮を隠せませんでした。どうして針が動くのか、なぜいつも北を指すのか、この不思議な現象に心を奪われた彼は、見えない力に対する興味を抱き、ここから彼の科学への探求心が芽生えたのです。このコンパスとの出会いは、アインシュタインの心に大きな印象を残しました。まだ幼い彼にとって、目に見えない力が存在することを知った瞬間、世界は一気に広がったのです。この出来事が、後に彼が物理学の大発見をするきっかけとなる彼の好奇心の原点でした。そんなアインシュタインでしたが、学校生活はあまり順調ではありませんでした。伝統的な教育に馴染めず、先生たちからは扱いにくい子と思われていたのです。しかし、アインシュタインの中には他の子供たちとは違った独特の視点と考え方がありました。学校の授業では退屈していた彼ですが、家に帰ると数学や物理学の本に没頭しました。彼が特に好きだったのは、目に見えないものをどうやって理解するかというテーマでした。この頃からアインシュタインの頭の中には数々の疑問が渦巻いており、その答えを見つけることに熱心だったのです。学び舎での挑戦、教育との戦い。アルベルト・アインシュタインは10歳の時に家族と共にミュンヘンへ移り住みました。ここで彼はリッケントールという学校に通うことになります。しかし、伝統的な教育システムの中で、アインシュタインはますます居心地の悪さを感じるようになりました。彼は自由な発想や独自の考え方を持っていましたが、それを学校ではなかなか発揮することができませんでした。授業中、先生の話に
興味を持てず、頭の中で別の考え事をしていることが多かったのです。周囲の生徒たちがきちんと先生の言うことを聞いている中、アインシュタインは宇宙の謎や見えない力について一人考えを巡らせていました。この時期、アインシュタインは数学に対する興味を深めていきました。彼は学校の教科書よりも進んだ内容を独学で学び、数学の複雑な問題を解くことに喜びを見出していたのです。彼が数学に夢中になったのも、目に見えない真実を解き明かすというその独自の視点によるものでした。しかし、学校生活には不満が募る一方で、アインシュタインは次第に学校を離れる決意を固めていきます。16歳の時、彼は学校を退学し、スイスのアーラウに移り住みました。ここで彼はより自由で進歩的な教育環境に触れることになります。エコール・ポリテクニークへの入学を目指し、彼はさらに学問に没頭する日々を送りました。アインシュタインの学びに対する情熱は他の誰よりも強いものでした。しかし、それは単なる学問のためではなく、彼自身の好奇心を満たし、未知の世界を解き明かすためのものでした。この好奇心が彼を後に物理学の革命へと導いていくのです。特許庁から奇跡の年へ、1905年の輝き。アルベルト・アインシュタインがスイスのエコール・ポリテクニークを卒業した後、彼はすぐに学問の世界で大成功を収めるわけではありませんでした。むしろ彼のキャリアのスタートはかなり控えめなものでした。1902年、アインシュタインはスイスのベルンにある特許庁で特許審査官として働き始めます。今でいうところのデスクワーク、書類をチェックしながらの毎日でした。この特許庁での仕事はアインシュタインにとって試作にふける貴重な時間を与えるものでした。日中は特許の審査をこなし、夜になると彼は自宅で研究に没頭しました。ある意味、彼にとってこの静かな環境が後に科学史に名を刻む発見へと導いたのかもしれません。そして迎えたのが後に奇跡の年と呼ばれる1905年です。この年、アインシュタインはたった数ヶ月の間に4本の画期的な論文を発表しました。それぞれが科学の常識を覆すものでしたが、中でも最も有名なのが特殊相対性理論です。特殊相対性理論は、それまでの物理学に対する基本的な理解を根底から覆すものでした。これによって時間と空間は絶対的なものではなく、観測者の運動状態によって変わる相対的なものであることが示されました。そしてこの理論の中で生まれたのがあの有名な方程式 E=mc2 です。この方程式はエネルギーと質量が等価であることを示すもので、科学界に大きな衝撃を与えました。この驚くべき理論はアインシュタインを一気に世界的な名声へと押し上げました。しかしこの年の彼の成功はただの幸運ではありませんでした。それは彼が特許庁での静かな環境の中で長年にわたって考え抜いた結果だったのです。さらにこの奇跡の年に発表された他の論文も物理学における重要な発見を含んでいました。例えば
光量子仮説は後に量子力学の基礎となり、またブラウン運動に関する論文は原子の存在を証明するものでした。アインシュタインは特許庁という一見地味な職場からわずか数年で世界を変える発見を次々と生み出しました。彼のこの時期の業績は科学者としての彼の才能を証明すると同時に、どんな場所でも自分の情熱を貫くことの大切さを教えてくれます。名声の影と個人の葛藤。1905年の奇跡の年を経て、アルベルト・アインシュタインは一躍世界的な科学者としての地位を確立しました。彼の理論は次々と科学界で受け入れられ、1919年には日食観測によって彼の一般相対性理論が実証されるという大きな出来事がありました。これによりアインシュタインの名はさらに広まり、彼は世界中で天才として称賛されるようになりました。しかし名声と引き換えにアインシュタインは個人的な葛藤にも直面することになります。彼の最初の妻ミレバ・マリッチとの関係は、アインシュタインが名声を得るに従って次第に冷え込んでいきました。ミレバもまた才能ある物理学者でしたが、二人の間には次第に溝が広がり、最終的に彼らは別居し離婚することになります。その後アインシュタインは再婚し新たな家庭を築きましたが、彼の心の中には常に科学者としての自分と家族としての自分の間で揺れる葛藤がありました。アインシュタインは研究に没頭するあまり、家庭生活を犠牲にすることが多かったのです。彼の生活は科学と家族の間で常にバランスを取ろうとする試みであり、その結果多くの悩みを抱えることになりました。しかし彼は自らの内なる葛藤を乗り越え、科学の進歩に全力を注ぎ続けました。ノーベル賞を受賞した後も彼は決して慢心することなく新たな研究に取り組み続けました。彼の姿勢は名声にとらわれず、自分の道を進むことの大切さを教えてくれます。世界を揺るがす時代、戦争と平和への思い。1930年代に入ると、世界は戦争の危機に直面します。ナチスドイツが台頭し、ヨーロッパ全体に不穏な空気が漂い始めました。アルベルト・アインシュタインはその頃すでにアメリカに移住しており、プリンストン高等研究所で研究生活を送っていました。しかし彼はドイツで起こっている出来事に強い関心を持ち、深い懸念を抱いていました。アインシュタインはユダヤ人であり、ナチスの反ユダヤ主義政策によってドイツ国内のユダヤ人たちが迫害されるのを目の当たりにしていました。この状況が彼をさらなる決断へと導きます。1939年、彼は有名なアインシュタイン・シラードの手紙をアメリカの大統領フランクリン・ルーズベルトに送ることになります。この手紙はナチスドイツが核兵器を開発する可能性について警告し、アメリカが先んじて核研究を進めるよう促すものでした。この手紙がきっかけとなり、アメリカはマンハッタン計画を立ち上げ、原子爆弾の開発に着手します。しかし、アインシュタイン自身は
科学が戦争のために使われることに対して複雑な感情を抱いていました。彼は平和主義者であり、科学の力が破壊的な目的に使われることを強く恐れていたのです。アインシュタインの平和活動。第二次世界大戦で広島と長崎に原子爆弾が投下された後、アインシュタインは深い後悔の念を抱きました。彼は自分が手紙を書いたことで、この破壊的な兵器が現実のものとなってしまったことに責任を感じたのです。それ以来、アインシュタインは積極的に平和活動に取り組むようになります。広島の平和活動家である谷本清牧師やノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹との面会の際には、原爆開発を後押ししたことについて謝罪したとされています。彼はまた、原爆被害に関する情報を知人に広めるために、ジョン・ハーシーの広島を自費で大量に購入し、配布するなど、原爆の悲劇に対する関心を示しました。また、日本の哲学者である篠原誠英からの手紙に対しても、アインシュタインは返事を送りました。その中で、原爆開発に加担したことについての後悔を述べつつも、ドイツが原爆を開発する可能性があったために署名したという背景を説明しました。この手紙のやり取りはその後も続き、アインシュタインの書簡は広島平和記念資料館に保管されています。アインシュタインは自分の行動が人々に大きな影響を与えたことを深く認識し、その結果としての苦しみを抱えながら平和のための活動に力を注いだのです。その他にも、彼は国際連合の設立を支持し、世界政府の必要性を訴えました。また、核兵器の廃絶を求める運動にも参加し、人類が平和のために科学を使うべきだと強調し続けました。彼のこの信念は、科学者としてのキャリアの集大成とも言えるものであり、アインシュタインは生涯を通じて平和のために自らの知識と影響力を使おうとしました。晩年の探求、統一場理論への挑戦。第二次世界大戦が終わり、世界は新しい時代を迎えましたが、アルベルト・アインシュタインの探求心は衰えることなく、彼は引き続き科学の最前線に立ち続けました。彼の晩年における最大の挑戦は、統一場理論を完成させることでした。統一場理論とは、自然界に存在する4つの基本的な力、すなわち重力、電磁気力、強い相互作用、そして弱い相互作用を一つの理論で統合しようという試みです。アインシュタインはこの理論を完成させることで、宇宙のすべての法則を一つにまとめることができると信じていました。しかし、この探求は非常に困難なものでした。物理学は急速に進化しており、量子力学や相対性理論の進展により、科学者たちはますます複雑な問題に直面していました。アインシュタインは自らの研究を通じてこれらの問題を解決しようと試みましたが、晩年までに彼が目指した統一場理論を完成させることはできませんでした。それでもアインシュタインは決して諦めることなく最後まで研究を続けました。彼のこの執念ともいえる探求心は、科学者としての
彼の生き様そのものであり、彼がいかにして生涯を通じて好奇心を失わず未知の世界に挑戦し続けたかを物語っています。1955年4月18日、アルベルト・アインシュタインは76歳でこの世を去りました。彼の死は科学界だけでなく世界中の人々に深い衝撃を与えました。しかし彼が残した遺産は今なお生き続け、彼の理論や発見は現代の科学にも多大な影響を与えています。アインシュタインの晩年の研究は未完のまま残されましたが、それでも彼の挑戦は後世の科学者たちにとって大きなインスピレーションとなり、統一場理論の探求は今も続けられています。アインシュタインのユニークな側面。アルベルト・アインシュタインという名前を聞くと、難解な理論や真面目な科学者というイメージが浮かびますが、実際の彼は非常にユーモアにあふれたちょっと風変わりな人物でもありました。彼の独特なファッションセンスや日常生活でのちょっとした逸話は彼を一層魅力的な存在にしています。例えばアインシュタインは生涯を通じて靴下を履かないというポリシーを貫きました。彼は靴下が破れることが嫌いで、いつも靴下なしで靴を履いていたのです。ある日、彼がイギリスの大使館でのフォーマルな晩餐会に出席した際も、靴下を履かずに現れたというエピソードが残っています。彼にとっては、靴下を履かないことが自分らしさを表す一つの方法だったのかもしれません。また、アインシュタインはよく周囲の人々を驚かせるような言動をしていました。ある日、彼がニューヨークを訪れた際、彼のファンたちが彼にサインを求めて群がりました。そこでアインシュタインは突然ギターを弾き始め、集まった人々を驚かせたというエピソードもあります。彼のユーモアと即興的な行動は多くの人々に愛される理由の一つでした。彼のユーモアのセンスは科学の議論の中でも発揮されました。ある時、彼はこう言いました。神はサイコロを振らない。これは量子力学に対する彼の見解を示す有名な言葉ですが、その背後には彼らしいウィットが込められています。このようにアインシュタインは単なる天才科学者ではなく、人間味あふれるユニークな人物でもありました。彼の人生は笑いや驚きに満ちたものであり、これこそが彼を今なお愛される存在にしている理由の一つです。アインシュタインから受け継ぐもの。アルベルト・アインシュタインの人生を振り返ると、そこには多くの教訓やインスピレーションが詰まっています。彼は単なる理論物理学者ではなく、私たちにとっての探求の象徴であり、好奇心の象徴であり続けました。彼が何よりも大切にしていたのは、好奇心を失わないことでした。アインシュタインは、重要なのは問い続けること。と言い、常に新たな疑問を持ち続けることの大切さを強調しました。彼のこの言葉は、私たちが日々の生活や仕事においても自らの探求心を忘れないための重要なメッセージです。また、彼の生き方は個性を尊重することの大切さを教えてくれます。アインシュタインは他人に流されず自分の信念を持ち続けました。学校では変わり者と見られることもありましたが、彼はその個性を隠すことなく
自分らしさを貫きました。これこそが彼の天才性の源でもあったのです。最後に、アインシュタインは平和への願いを強く持ち続けました。彼は科学の力を人類の平和のために使うべきだと考え、その信念を生涯守り続けました。この姿勢は、現代に生きる私たちがどのように科学や技術を活用していくべきかを考える上で、重要な考え方を教えてくれます。こうして、アルベルト・アインシュタインの人生を振り返ってみると、彼の歩んだ道は、決して平坦ではありませんでした。しかし、それこそが彼の人生を豊かにし、私たちにとっての学びの源となっています。彼の残した言葉や行動は、今もなお私たちに響き続け、未来へと受け継がれていくでしょう。レオナルド・ダ・ヴィンチ。続いて、ルネサンス期に活躍した天才、レオナルド・ダ・ヴィンチの物語をお届けします。彼の名前を聞いたことがある人は多いでしょう。ですが、その生涯や驚くべき才能については知らないことも多いかもしれません。彼は絵画だけでなく、科学や発明の分野でも数々の功績を残しました。そんなダ・ヴィンチの多彩な一面をリラックスしながら一緒にたどっていきましょう。幼少期のレオナルド、田園から始まった奇才の物語。1452年4月15日、レオナルド・ダ・ヴィンチはイタリアの小さな村、ヴィンチで生まれました。彼の父親は工商人で、母親は農家の娘でした。両親は結婚しておらず、レオナルドは飛脚執事として育ちました。しかし、彼は幼い頃から特別な才能を持っていたのです。レオナルドは自然の中で育ち、その環境が彼の好奇心を大いに刺激しました。森を歩きながら動物や植物の観察を楽しんでいた彼は、自然の仕組みに対する深い興味を持つようになります。また、彼は絵を描くことが大好きで、周りの大人たちはその才能に驚いていました。特に彼の細やかな観察力と写実的な描写は群を抜いていました。彼の家族はレオナルドの才能を伸ばそうと考え、彼をフィレンツェへ送ることにしました。フィレンツェは当時、文化と芸術の中心地であり、レオナルドにとっても多くを学ぶ絶好の場所だったのです。こうして彼の芸術家としての人生が本格的に始まることになります。レオナルド・ダ・ヴィンチがフィレンツェに到着したのは10代の頃でした。彼はすぐにベロッキオという有名な芸術家の工房に弟子入りします。ここで絵画や彫刻の技術を学び、同時にさまざまな科学的な知識も吸収しました。ベロッキオの工房はまさに芸術と科学の実験室とでも言えるような場所でした。レオナルドはここでの経験を通じて、芸術と科学は密接に結びついていることを学びます。彼は精密な観察と計測が芸術作品の完成度を高めると考えていました。そのため、人体の解剖を行い、骨や筋肉の構造を詳しく描写することにも取り組んでいました。これにより、彼の描く人物像は他の画家とは一線を画すリアリティを持つようになったのです。この時期の彼の作品の一つに、ベロッキオと共に描いた受胎告知があります。この作品では細部に至るまでの精密な描写が見られ、レオナルドの才能が
いかに優れていたかがわかります。また、彼の探求心は止まることを知らず、工房の外でもさまざまな分野に興味を広げていきました。建築や工学、そして天文学に至るまで、レオナルドの好奇心は尽きることがなかったのです。ミラノでの挑戦、宮廷での仕事と創作活動。フィレンツェでの修行を終えたレオナルド・ダ・ヴィンチは、さらなる可能性を求めて、1482年にミラノへと旅立ちます。ミラノは当時、イタリア北部の重要な文化と政治の中心地であり、多くの芸術家や学者が集まっていました。ここで彼は、ルドビーコ・スフォルツァの宮廷で働く機会を得ます。ダ・ヴィンチは、スフォルツァ公に対して、自らを軍事技術者として売り込みました。彼は、橋の設計や防御システムの考案、さらには工場兵器のアイデアまでを提案しました。これは単なる芸術家としてではなく、発明家としての側面も持つダ・ヴィンチの多彩さを示しています。宮廷での生活は彼に多くの創作の機会を与えました。彼の手がけた作品の中でも特に有名なのが最後の晩餐です。この作品はミラノの修道院の食堂に描かれました。ダ・ヴィンチはこの絵を描く際に独自の技法を用い、従来のフレスコ画とは異なる表現を追求しました。しかし、最後の晩餐はその独自の技法のために制作後間もなく劣化が始まりました。それでもこの作品は今なお世界中の人々を魅了し続けています。絵画としての美しさはもちろん、ダ・ヴィンチの革新的な視点と彼の技術的な試みがこの作品を特別なものにしているのです。ミラノでのダ・ヴィンチは芸術家としてだけでなく、科学者や発明家としても活躍しました。彼は都市計画や運河の設計、さらには飛行機械の研究にも没頭していました。彼が残したスケッチには、まるで現代の技術を先取りしたかのようなアイデアが描かれています。例えば、ヘリコプターのような飛行機械や戦車に似た車両など、当時としては考えられないような未来的な発明が記されています。ミラノでの20年間、ダ・ヴィンチは自らの多彩さを存分に発揮し、多くの未完のプロジェクトを残しつつも、そのすべてが彼の探求心と想像力の証となりました。ダ・ヴィンチの多彩さ、芸術家、発明家、そして科学者。レオナルド・ダ・ヴィンチは単なる芸術家ではありませんでした。彼はその多彩さを遺憾なく発揮し、芸術と科学を融合させることで、全く新しい視点から世界を見ていました。彼が特に情熱を注いだのが解剖学の研究です。当時、解剖学は宗教的な理由からあまり研究が進んでいませんでしたが、ダ・ヴィンチは自らの手で人体を解剖し、その構造を詳細に観察しました。彼は骨や筋肉、臓器の動きについて驚くほど精密なスケッチを残しています。これらのスケッチは解剖学の進歩に大きく寄与するとともに、彼の絵画においても非常に重要な役割を果たしました。例えば、モナリザの微笑みや最後の晩餐に描かれた人々の動きには、ダ・ヴィンチが解剖学から学んだ知識がふんだんに生かされています。さらに、
ダ・ヴィンチは建築や工学、軍事設計にも熱心に取り組みました。彼は多くの機械の設計図を残しており、その中には現在の橋やトンネルの原型となるものも含まれています。また、彼が考案した戦闘用の兵器や防御システムは、まるで現代の技術を予見していたかのようなものばかりです。ダ・ヴィンチは科学的なアプローチを常に重視していました。彼は観察を通じて事実を見極め、それをもとに理論を構築するという方法をとっていました。これにより、彼は当時の科学者たちよりも先を行く知識を持っていたのです。彼のノートには、現代の科学や技術に通じるアイデアが数多く記されています。これらの思考は、今でも多くの研究者たちによって研究され、彼の驚くべき洞察力が再評価されています。ローマからフランスへ晩年の創作と思想。1513年、レオナルド・ダ・ヴィンチはローマに移り住みました。この時期の彼はすでに60歳を超えており、芸術家としても科学者としても名声を確立していました。ローマではメディチ家の庇護の下でさまざまな研究と創作活動を続けました。しかし、ローマでの生活は彼にとって必ずしも平穏なものではありませんでした。ローマでのダ・ヴィンチは再び解剖学や自然科学の研究に没頭しました。彼の思考には植物の成長過程や水の動き、さらには天文学に関する観察も記されています。しかし、宗教的な理由から解剖学の研究は徐々に制限されるようになり、彼の科学的探求には限界がありました。その一方で、芸術家としての彼の活動は続きました。ローマ滞在中に描かれた作品の一つに、洗礼者ヨハネがあります。この作品は、彼の晩年の画風を象徴するものであり、微妙な光と影の使い方が特徴です。ダ・ヴィンチは、光と影を巧みに操ることで、人物の内面を表現することに成功しました。1516年、レオナルド・ダ・ヴィンチは、フランスの王、フランソワ一世の招待を受け、フランスへ移住しました。フランソワ一世は、ダ・ヴィンチを厚くもてなし、彼にクロリュセ城を与えました。ここでダ・ヴィンチは、晩年の数年間を過ごし、最後の創作活動に専念しました。この時期、彼はモナリザを完成させ、フランスへと持ち込みました。モナリザは彼の芸術の集大成ともいえる作品であり、今なお多くの人々を魅了しています。絵に描かれた女性の微笑みは、見る者にさまざまな感情を抱かせますが、その微笑みの背景には、ダ・ヴィンチの深い観察力と技術が込められています。ダ・ヴィンチはまた、フランソワ一世の求めに応じて、さまざまな建築や工学のプロジェクトにも取り組みました。彼のアイデアは、フランス宮廷に新たな風を吹き込み、その後のフランス文化に大きな影響を与えました。1519年5月2日、レオナルド・ダ・ヴィンチは、フランスのクロリュセ城でこの世を去りました。彼の最後の日々は、創作への情熱と探求心に満ちていたと伝えられています。フランソワ一世は、ダ・ヴィンチを天から贈られた唯一無二の人物と称賛し、彼の死を深く悼みました。
ダ・ヴィンチのユニークな側面。レオナルド・ダ・ヴィンチは驚くべき才能の持ち主であるだけでなく、非常にユニークで魅力的な人物でもありました。彼の私生活には彼の個性が色濃く反映されており、多くの逸話が残されています。まず、ダ・ヴィンチは非常に几帳面な性格であったと言われています。彼は常に細かいことに注意を払い、自らの周囲を整然と保つことにこだわっていました。彼のノートには日々の生活の記録や思いついたアイデア、さらには食事のメニューまでが綴られており、その几帳面さがうかがえます。また、ダ・ヴィンチは独特のファッションセンスを持っていました。彼は当時としては珍しく、カラフルで派手な衣装を好んで着ていたと言われています。これは彼の芸術家としての個性を表す一つの手段だったのかもしれません。また、彼はベジタリアンであり、動物を大切にする心優しい一面も持っていました。彼の弟子たちとの関係も非常に親密でした。ダ・ヴィンチは若い弟子たちを教育し、彼らと共に生活を送ることを楽しんでいました。特に最も信頼を寄せていた弟子のフランチェスコ・メルチとは家族のような関係を築いていたと言われています。彼はメルチに自らの知識や技術を伝授し、後継者として育て上げました。そして彼の名言もまた多くの人々に影響を与えています。人生は短く、芸術は永遠である。という彼の言葉は、彼自身の生き方を象徴するものです。ダ・ヴィンチは、自らの限りある時間を最大限に活用し、後世に残る作品やアイデアを次々と生み出しました。ダ・ヴィンチから受け継ぐもの。レオナルド・ダ・ヴィンチの生涯を振り返ると、その多彩さと探求心に驚かされます。彼は芸術家としてだけでなく、科学者、発明家、そして思想家としても後世に多大な影響を与えました。彼の生き方や考え方から私たちが学ぶべきことは何でしょうか。まず、ダ・ヴィンチが私たちに教えてくれるのは好奇心の大切さです。彼はあらゆるものに対して興味を持ち、常に新しい知識を求め続けました。彼が残した思考には、自然現象から人体の構造、さらには未来の技術に至るまで様々なテーマが取り上げられています。この好奇心こそが彼の多彩な才能を支える原動力となっていたのです。また、ダ・ヴィンチは観察の力を重視しました。彼はただ見るだけでなく、物事の本質を見抜くために詳細な観察を行いました。彼の解剖学のスケッチや自然現象に関する記録はまさに観察の成果です。彼は見たものを自分なりに解釈し、そこから新しいアイデアを生み出しました。この観察の力は現代においても私たちが何かを学ぶ際に非常に重要なスキルとなっています。さらに、ダ・ヴィンチは想像力の大切さも教えてくれます。彼は既存の概念にとらわれることなく、新しい視点から物事を考えることを得意としていました。彼が描いた未来の機械や発明品は当時としては非常に斬新なものでしたが、その多くは現代の技術にもつながるアイデアとなっています。最後に、ダ・ヴィンチは努力と継続の力を示してくれます。
彼の生涯は決して順風満帆ではありませんでしたが、彼は常に努力を惜しまず、自らの目標に向かって進み続けました。彼が残した作品や思考は、その努力の結晶です。彼は天才と呼ばれることを自覚しつつも、それに甘んじることなく、常に自己を高めるための努力を続けました。レオナルド・ダ・ヴィンチの人生から、私たちが受け継ぐべきものは、好奇心、観察力、想像力、そして努力の重要性です。彼の生き方は、現代に生きる私たちにも多くの力を与えてくれます。私たちもまた、彼のように多くのことに興味を持ち、新しいことに挑戦し続けることで、より豊かな人生を送ることができるのではないでしょうか。ライト兄弟。最後に、人類初の動力飛行を成功させたウィルバーとオービル・ライトの物語をお届けします。彼らは普通の自転車修理工から世界を変える発明家へと成長しました。ライト兄弟がどのようにして空を飛ぶという夢を実現させたのか、その道のりを共にたどってみましょう。リラックスしてお聞きください。幼少期のライト兄弟、好奇心旺盛な少年たち。ウィルバー・ライトは1867年4月16日、オハイオ州ミルビルで生まれました。続いて1871年8月19日、オービル・ライトが同じくオハイオ州デートンで生まれます。彼らは5人兄弟の中で育ちました。父親は牧師であり、家族全員が学問や知識を大切にする家庭環境でした。幼少期のライト兄弟はいつも一緒に過ごしていました。彼らは非常に好奇心旺盛で、周囲のすべてに興味を持っていました。特に父親が海外旅行から持ち帰ったおもちゃのヘリコプターが兄弟の心を捉えました。この小さなヘリコプターはゴムの力で飛ぶ仕組みでしたが、これが2人の空への夢の始まりとなったのです。学校では2人とも優秀な成績を収めていましたが、特に目立つことはありませんでした。しかし、家に帰るといつも一緒に新しいアイデアを考え、さまざまな実験を行っていました。彼らの好奇心はとどまることを知らず、科学や工学の分野に自然と興味を持つようになりました。兄弟の絆は非常に強く、どんなことでもお互いに相談しながら進めていきました。兄のウィルバーは冷静で慎重な性格であり、弟のオービルは大胆で実行力がありました。この対照的な性格が彼らの共同作業をより強固なものにしていたのです。自転車修理工から航空機開発へ、飛行への第一歩。ライト兄弟が青年期に入ると、彼らは自らの手でビジネスを始める決意をします。1892年、2人はオハイオ州デートンで自転車修理工場を設立しました。この工場は兄弟にとって最初の成功体験となり、彼らの技術力と創意工夫を磨く場となりました。自転車が一般的な交通手段として普及し始めた時代、兄弟の工場は次第に繁盛し、彼らは着実に成功を収めていきました。しかし、ライト兄弟の頭の中には常に空を飛ぶという夢がありました。自転車工場の経営が軌道に乗ると、彼らは次に飛行機の開発に取り組むことを決意します。兄弟は
飛行の理論を独自に学び、空力の研究を始めました。彼らが最初に取り組んだのは風洞実験でした。風洞は航空機の設計において空気の流れを再現し、飛行性能を検証するための装置です。ライト兄弟は自分たちの工場に風洞を設置し、さまざまな翼の形状をテストしました。この実験によって彼らは揚力と抵抗のバランスを理解し、飛行機の基本設計を確立することができたのです。飛行機開発の道のりは決して平坦ではありませんでしたが、兄弟は失敗を恐れず何度も挑戦を繰り返しました。彼らは理論を実践に移すために、まずはグライダーの設計と製作に取り組みました。1900年から1902年にかけて、彼らは数回にわたってキティホーク、ノースカロライナ州でグライダーの飛行実験を行い、その都度改良を加えていきました。キティホークでの挑戦、初飛行への準備。1903年、ライト兄弟はついに飛行機を完成させ、キティホークの砂丘で飛行実験を行うことを決意しました。キティホークは強い風が吹き、広大な砂地が広がる理想的な飛行実験の場所でした。兄弟はここで何度も試行錯誤を繰り返し、飛行機の調整と改良を行いました。兄弟の役割分担は明確でした。兄のウィルバーは理論的なアプローチと設計を担当し、弟のオービルは実験と実際の操縦を主導しました。二人の協力は抜群であり、常にお互いの意見を尊重し合っていました。彼らのチームワークこそが成功への鍵だったのです。そしてついにその日が訪れました。1903年12月17日、弟のオービル・ライトが操縦する飛行機、ライトフライヤー号が地上から12秒間、約 36.5 メートルの距離を飛行しました。これが人類初の動力飛行の成功でした。その後、兄弟は交互に操縦し、さらに長い距離を飛ぶことにも成功しました。この歴史的な初飛行は、航空史における革命的な瞬間となりました。ライト兄弟は、空を飛ぶという人類の夢を現実のものとしたのです。しかし、この成功は、一朝一夕に達成されたものではなく、何度も失敗と挑戦を繰り返した結果でした。成功の後、認知とその影響。ライト兄弟が人類初の動力飛行を成功させた1903年12月17日。この日、彼らは歴史に名を刻みました。しかし、初飛行の成功後、すぐに世界中で彼らの偉業が認知されたわけではありませんでした。実際、彼らの成功に対する世間の反応は、当初、非常に冷ややかでした。新聞や科学界は、二人の報告をあまり真剣に受け取らず、多くの人々は、その成功を疑っていたのです。それでも、ライト兄弟は、諦めずに、次のステップへと進みました。彼らは、飛行機の改良を続け、飛行技術をさらに発展させることに専念しました。1904年と1905年にかけて、オハイオ州デートン近郊のハフマン草地で行った飛行実験では、飛行距離を大幅に伸ばし、飛行の持続時間も改善しました。これにより、彼らは飛行機の安定性と操縦性を向上させることができました。1905年には、ついに
ライトフライヤー3号が完成し、これが実用的な飛行機として初めてのものとなりました。この飛行機は連続して飛行することができ、着陸後に再び離陸する能力を持っていました。この成功によってライト兄弟は飛行機の商業化に向けた大きな一歩を踏み出したのです。しかし彼らが直面する最大の課題は発明の権利を守ることでした。彼らは特許を取得し、自らの技術を他者から守るための努力を続けました。特許の争いは長期間にわたり、さまざまな国や企業との間で法廷闘争が繰り広げられました。それでも兄弟は自分たちの技術が正当に評価されることを信じ、粘り強く戦い続けました。次第にライト兄弟の業績は国際的に認められるようになり、世界各地で飛行デモンストレーションを行うようになりました。1908年にはフランスでの飛行が大きな注目を集め、彼らの技術が世界中で認められることとなりました。これによりライト兄弟はついに飛行機開発の先駆者としての地位を確立し、飛行機産業の発展に大きな影響を与えることとなりました。晩年と遺産、ライト兄弟が残したもの。ライト兄弟が飛行機開発に成功した後、2人の人生は大きく変わりました。兄のウィルバー・ライトは飛行機の商業化と特許戦争に奔走し続けましたが、その過程で健康を害してしまいます。1912年、兄のウィルバーはわずか45歳で亡くなりました。彼の早すぎる死は弟のオービルにとって大きな打撃となりました。オービルはその後も兄弟で築いた飛行機事業を続けましたが、兄であるウィルバーの不在は彼にとって非常につらいものでした。オービルは兄の意思を継ぎ、飛行機技術の発展に努めました。彼は航空機産業の発展を見守りながら、ライト兄弟が築いた基盤を守り続けました。オービルは生涯にわたって飛行機に関する研究を続け、1948年に亡くなるまで航空業界に貢献し続けました。ライト兄弟が残したものは単なる技術的な発明だけではありません。彼らは人類に空を飛ぶという新しい可能性を切り開き、航空業界の発展に多大な影響を与えました。飛行機は今や私たちの日常生活に欠かせないものとなり、彼らの遺産は世界中の空を飛び交っています。また、ライト兄弟の物語は挑戦し続けることの大切さと兄弟の絆がもたらす力を私たちに教えてくれます。彼らの成功は単に技術の発展だけでなく、信念と努力、そして協力の結果であったことを忘れてはなりません。ライト兄弟のユニークな側面。ライト兄弟は発明家としての偉業で知られていますが、彼らの日常生活や趣味にもユニークな一面がありました。ウィルバーとオービルは生涯を通じて非常に緊密な関係を保ち、お互いに深い信頼と尊敬を抱いていました。彼らはいつも一緒に過ごし、仕事だけでなくプライベートでも時間を共有していました。兄弟は非常に控えめな性格であり、成功を自慢することはありませんでした。彼らは富や名声にあまり興味を持たず、常に新しい技術やアイデアを追求することに情熱を注いでいました。彼らの
シンプルで実直な生き方は多くの人々に感銘を与えました。また、ライト兄弟は読書家であり、科学や工学に関する書籍を好んで読みました。特に彼らが若い頃に読んだ鳥の飛行に関する書籍が飛行機開発のヒントになったと言われています。彼らは常に学び続け、自らの知識を広げることを怠りませんでした。仕事に対する姿勢も非常にストイックであり、彼らは常に最高の成果を目指しました。彼らの工場では細部にまでこだわり、製品の品質を徹底的に追求しました。この姿勢が彼らの飛行機が成功した大きな要因の一つです。そして、ライト兄弟の仕事哲学は失敗を恐れず、常に挑戦し続けることにありました。彼らは何度も失敗を経験しましたが、その度に新しい方法を模索し、改良を続けました。彼らにとって失敗は成功への一歩であり、学びの機会だったのです。ライト兄弟から受け継ぐもの。ライト兄弟の物語は、挑戦することの重要性を私たちに教えてくれます。彼らが直面した数々の困難や失敗は、決して彼らを諦めさせるものではなく、むしろ彼らをより強くし、新しい方法を見つける原動力となりました。この姿勢こそが、私たちが困難に直面した時に学ぶべきものです。また、ライト兄弟は、共同作業の力を示してくれました。彼らの成功は、兄弟としての強い絆と信頼によって支えられていました。ビルバーとオービルは、お互いに補完し合う関係を築き、それが彼らの発明を成功に導きました。現代のチームワークや協力の重要性も、彼らの物語から学ぶことができます。さらに、ライト兄弟は、革新の力を信じていました。彼らは、既存の技術や方法にとらわれることなく、常に新しいアイデアを追求しました。彼らが風洞実験や飛行理論を自らの手で確立したことは、その革新の精神を象徴しています。この姿勢は、私たちが新しい挑戦に臨む際に持つべき心構えとして、今なお重要です。ライト兄弟の人生は、技術革新だけでなく、人間としての成長や成功のあり方を示すものです。彼らが築いた飛行機の基盤は、現代の航空業界を支え続けていますが、それ以上に彼らの精神が、今も多くの人々に影響を与え続けているのです。トーマス・エジソンが言った、天才とは、1% のひらめきと、99% の努力である。という言葉、ライト兄弟もまた、この言葉を体現する存在でした。彼らの人生から私たちが受け継ぐべきものは、努力、挑戦、そして兄弟愛の力です。空を見上げるとき、私たちは彼らの夢と努力の結晶を目にしているのです。ライト兄弟の遺産は、永遠に私たちの心に刻まれ続けるでしょう。ここまでお聞きいただき、ありがとうございます。今回は、4人の偉人たち、アルベルト・アインシュタイン、レオナルド・ダ・ヴィンチ、トーマス・エジソン、そして、ライト兄弟の人生をたどってきました。彼らが成し遂げた業績は、今もなお私たちの生活に深く根付いています。これからも、彼らのように新しい挑戦に臨み、夢を追い続けることで、私たちもまた未来を作り出すことができるでしょう。それでは、今日もお疲れ様でした。おやすみなさい。